Hello everyone こんにちは。ユージオフィスジャパンビザ TV です。このチャンネルでは日本のビザ申請の手続きとノウハウのほか、みんなが抱える疑問や噂について私の15年の業務歴による視点からご説明させていただきます。興味のある方は高評価とチャンネル登録をよろしくお願いします。今日は高度人材の条件と優遇措置についてお話ししたいと思います。それでは行きましょう。レッツゴーゼン。高度人材ポイント制。まず制度の概要目的としましては、日本政府は高度外国人材の受け入れを促進するため、高度外国人材に対しポイント制を活用した出入国在留管理上の優遇措置を講ずる制度を平成24年5月7日より導入しています。高度外国人材の活動内容を高度学術研究活動、高度専門技術活動、高度経営管理活動の3つに分類し、それぞれの特性に応じて学歴、職歴、年収などの項目ごとにポイントを設け、そのポイントの合計が一定点数70点以上に達した場合に出入国在留管理上の優遇措置を与えることにより、高度外国人材の我が国への受け入れ促進を図ることを目的としています。高度外国人材の3つの活動類型は次の通りです。まず1つ目が高度学術研究活動。これは高度専門職1号以に分類され、本法の講師の機関との契約に基づいて行う研究の指導または教育をする活動となっています。2つ目、高度専門技術活動。これは高度専門職1号ロに分類され、本法の講師の機関との契約に基づいて行う自然科学または人文科学の分野に属する知識または技術を要する業務に従事する活動とされています。最後に3つ目、高度経営管理活動。これは高度専門職1号派に分類され、本法の講師の機関において事業の経営を行いまたは管理に従事する活動とされています。類型によりポイントの計算方法や付与されるポイントには違いがあります。例えば高度学術研究分野と高度専門技術分野では、学歴に与えられるポイントが修士号で20ポイント、博士号で30ポイントとなっていますが、高度経営管理分野では修士号も博士号も20ポイントとなっています。一方、職歴では高度学術研究分野では3年から7年以上のカテゴリーがあり、15ポイントまで、高度専門技術分野では3年から10年以上のカテゴリーがあり、20ポイントまであります。高度経営管理分野では3年から10年以上のカテゴリーがあり、25ポイントまで加算ができます。ここで高度専門職のイロにつきましては、学歴が重視されることに対して、派にあたる経営管理分野では職歴が重視されております。また年収要件でも違いがあり、高度学術研究分野と高度専門技術分野では29歳、34歳、39歳、40歳以上というカテゴリーがあり、年収が400万円から1000万円以上のカテゴリーを設け、それぞれの年齢で下限を定めています。下限は29歳までなら400万円、34歳までなら500万円、39歳なら600万円、40歳以上なら800万円としており、下限以下ならポイントが加算されません。なお、この2つの類型では年収が300万円未満であれば、それだけで不許可基準を満たさないことになりますので注意してください。次に
高度経営管理分野での年収についてですが、年齢に関係なく1000万円以上から500万円ごとにポイントが増え、最高で3000万円以上が50ポイントとなっています。この累計では年収の下限はありません。なお、ここに言う年収は過去の実績ではなく今後の見込み額のことです。そのため立証資料は過去の年収ではなく、申請時点から1年程度後の見込み額を証明するものが必要となります。ただし、高度人材であることを根拠に永住許可申請をする場合は、過去の年収も立証する必要があります。このほか、高度学術研究分野と高度専門技術分野では年齢によるポイント加算がありますが、高度経営管理分野では年齢によるポイント加算はありません。ただし、高度経営管理分野では役員の地位による加算があります。高度専門技術分野では職務に関連する日本の国家資格の保有でポイント加算があります。あとは共通するボーナス加算として所属機関の取り組み、一定の職務に関連する外国の資格、日本の大学等で学位を取得、日本語能力検定 N1 または N2 を取得、外国の大学で日本語を専攻して卒業したもの、法務大臣が定める大学ランキングに入っている大学を卒業したものが挙げられます。加えて、高度専門技術分野では経営に関する事業に1億円以上の投資を行っているもの、高度専門技術分野と高度経営管理分野では投資運用業等に関わる業務に従事しているものにポイント加算があります。高度人材ポイントが70ポイント以上あることで高度専門職1号が付与され、在留期間は必ず5年となります。この1号の在留資格で3年以上活動することにより、高度専門職2号への変更許可が可能となります。このため直接高度専門職2号の申請はできません。またこの2号になれる方は永住者の許可基準もほとんど満たしているため、永住許可も視野に入ってきます。1号と2号それぞれの優遇措置は次の通りとなっています。高度専門職1号の場合、1つ目、複合的な在留活動の許容。2つ目、在留期間5年の付与。3つ目、在留歴に関わる永住許可要件の緩和。4つ目、配偶者の就労。5つ目、一定の条件の下での親の帯同。6個目、一定の条件の下での家事使用人の帯同。7つ目、入国在留手続きの優先処理。高度専門職2号の場合、1つ目、高度専門職1号の活動と合わせてほぼ全ての就労資格の活動を行うことができます。2つ目、在留期間が無期限となります。3つ目、1号の条件の一部の優遇措置が受けられる。4つ目、在留カードの有効期限は7年となり、永住者と同じです。特別高度人材制度 JSKIP についてお話しさせていただきます。これは今年2023年4月からできた制度であり、ポイント計算によらず学歴または職歴と年収が一定の水準以上であれば高度専門職1号を付与する制度です。高度学術研究活動と高度専門技術活動累計では修士号以上取得または10年以上の職歴があることに加え、年収が2000万円以上のものが該当します。高度経営管理活動では職歴5年以上であり、かつ年収が4000万円以上あるものが該当します。この JSKIP 該当者は高度専門職2号までの活動期間は1年で足ります。追加優遇措置としては次のようなものがございます。1つ目、世帯年収が3000万以上であれば外国人家事使用人を2人まで雇用可能。この時
13歳未満の子供がいること、1年以上雇用していた使用人であることなどの条件を課さないことになっています。つまり健康的な奥さんがいたり、子供が大きくても家事使用人を新たに雇うことができるという意味です。2つ目、配偶者は在留資格、研究、教育、技術、人文知識、国際業務および工業に該当する活動に加え、在留資格、教授、芸術、宗教、行動および技能に該当する活動についても、経歴等の要件を満たさなくても週28時間を超えて就労が認められます。3つ目、出入国時に大規模空港等に設置されているプライオリティレーンの使用が可能となります。高度専門職1号は在留資格認定証明書交付申請の対象となるため、海外のみの学歴・職歴で足りますが、年収はこれまでの実績ではなく今後の見込み額で立証を説明します。見込み額には海外の収入も入り、理論上は海外の収入のみでも認められます。永住許可との関係では審査期間の違いがあります。まず高度専門職2号への変更許可申請は標準処理期間が3ヶ月です。しかし申請人の状況、申請時期により実際にはこれより短くなることがあります。一方、これに対し永住許可申請では審査に6ヶ月以上の期間を要します。以上、在留資格、高度専門職、高度人材ビザにおける重要点についてご説明させていただきました。まだまだ聞きたいことがある皆さんは概要欄にあるリンクから直接メッセージを送ってください。優秀なスタッフからあなたへ返事をいたします。それではHave a nice day! バイバイ、またね。